ハロー皆さん、ジューンラブジョイですね。今回の With Love and Joy エピソード7、7のゲストさんははい、皆さんこんにちは、向井陸です。はい、来てくれました。で、向井くんは監督、プロデューサーさん男優です。AV 男優さん来てもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回ですね、はい、向井くんの裏話いろいろ聞きたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。でいつもですね、この番組では、そのゲストさんの記念チェキ撮ってるんですけど、撮っていいんですか？ああ、ぜひぜひ。ありがとうございます。はい、撮ってください。ね、かわいい、いいね。はい、いい、せーの。ちなみに向井くんの地元どこですか？僕、まあ地元っていうか出身は、生まれはこの高知。行ったことないです。行ったことない。はい、俺も何回かしか行ったことない。あ、そう。生まれて半年しかいなくて。じゃあ高知生まれけど育ちはそれ聞いていいですか？育ちはね、幼稚園の年長から茨城。素敵。私茨城すごい好き。そうそうそう。つくばってとこにいて、はい、で小4から東京かな。はい。なるほど。そう。高知のなんかおすすめな場所とか食べ物ありますか？名物の。食べ物はね、でもやっぱ海近いから基本的に魚は美味しいかなっていう。刺身とか。さわち料理っつって、はい、お皿にこうなんかそうお刺身とかおかつのたたきとかいろいろ乗ってて。あ、見たことあります。そうそう。こういうなんか船みたいかな。ザ・ジャパン刺身。そう、ザ・ジャパンって感じ。ちなみに子供の頃の夢は何でしたか？子供の頃はね、作家さんになりたくて。作家さん、サッカー選手じゃなくて、小説とか、なるほど。そうになりたかったかな。それが結構ずっと小学校の高学年くらいから高校卒業するくらいまでずっとなりたいなと思って。その夢でよく続けられました。なんか書きましたか？趣味で。なんか書いたりとか、新人賞応募したりとかなんかいろいろしたけど、別になんか出たわけでもなく。でも夢が大事で。まだ書いてますか？なんかプライベートの時に。エッセイ的なコラム的なやつくらいしかちょっと書かないかな。そのエッセイ的な仕事について。仕事のそのコラムみたいなのをファンティアっていうファンクラブサイトみたいなのがあって、そこで書いたりとか、毎月1回ウェイボーっていうそのアジアの SNS で毎月1回そこ限定でみたいな感じ。素晴らしい。出したりとかいろいろ。すごい。いつか読んでみて。いや、めっちゃ恥ずかしいけどね。全然ファンだって喜んでる。はい。もしよければサインしちゃいましょうか。はい、できました。ありがとうございます。花ももらいました。ありがとうございます。ビールかわいい。見えますか？皆さん見て、初コーチチェキでござる。パチパチ。いいですね。ありがとうございます。AV 入った前の仕事なんかやられましたか？AV の前はガソリンスタンドで働いてたかな。かっこいい。セルフのスタンドだったから、車洗ったりとか、オイル足したりとか、タイヤ変えたりとか、それくらいかな。とかコーティングしたりとか。すごい。ガソリンスタンドのお兄さんから AV 男優、どうやってそれ。ガソリンスタンドの前にいろいろそのホストとか紐とか売り線とかなんかそのいろんな夜っぽい仕事とかしてて、メイド喫茶とかでも働いてたんだけど、でも似合いそう。そういろいろしてきて、ちょっと真面目に働こうって思って自分が向いてない仕事をしようと思ってガソリンスタンドで働いて、で1年やるぞって決めて1年やった結果、向いてないわ。やっぱそう自分の好きなことした方がいいなって思って、最終的にやっぱり何が好きなんだろうって考えたら、セックスが好きだなって思って AV 男優になろうと。素敵。それ何ネットで調べましたか？ネットで調べた。ネットで調べていくつかホームページ応募して、で返事来たとこがシルクラボっていうメーカーさんで、そこで会いました。そこで会いました。ぜひその作品見てください。それちなみに何年今までデビューしてから？3月に初めて撮ったから多分3年半くらいかな。3年半。じゃあそんなに長くはないけど、私でも新人とはいえこの仕事向いてると思いますか？この仕事ね、なんか向いてるか向いてないかで言うと、あんまり向いてないのかなって思う部分はあるんだけど、
なんだろう、体質的にやっぱりそのすごい性欲強いっていうわけでもないし、まあ人よりかは強いのかもしれないけど、AV 男優っていうすごい性欲が強い人たちの中でそんなイメージありますね、上に行けるほど性欲はないけど、でもなんだろう、本質のところで仕事が好きだったりとか、結局上手にできても継続できなかったら意味ないから、そういう部分では、まあ、本質的なところでは向いてるんだと思う。体質的なところで言うとちょっとなんかあるかなって部分はやっぱ自分でちゃんと認識してて、すごいよく考えてますなんかね、考えちゃう性格で。でももともとなんか書くのは上手だから絶対考えるも上手で素晴らしい。ちなみにデビューの現場をまだ覚えてますか？3年前の。覚えてる。どうでしたか？めちゃくちゃ楽しかった。あ、よかったなんかでもその AV 始める前に、AV 始めたのが27とかかな、27歳だったんだけど、20歳の時にね、着エロっていうのをやってて、イメージビデオ。あ、OK、ありがとうございます。イメージビデオ。初めて聞いた。そう、着エロってイメージビデオのもっと過激なというか、モザイクかけない範囲ですごいたくさんエロいことやるっていう。あー、素敵。そういうのの男の子のやつをやってて、でロケっていうのは何回か経験してたから、それがすごい楽しかったっていう記憶もあったから、また AV 入ったっていうのがあって、で久々のロケがやっぱりすごい楽しかったなって。どういうものでしたか？その時はドラマもので、こう引っ越しの作業を一緒にしてるカップルが、エッチしようってなったけどコンドームなくって、ちょっとお預け食らって次の日コンドーム買っていっぱいできるねっつってラブラブなやつでした。どういうものを撮るのが好き？例えば役とか役だとね、やっぱり AV 男優っていろいろ考えなきゃいけないけど、そのセックスって多分何も考えてないのが正解だと思うから、何も考えないでただ相手のことを求めるっていうのが多分シークレットラブみたいな作品、本質なのかなって思うから、役ない方が好きだね。役ない方がそうある方が他の人より上手にできるとは思うんだけど、ない方が好きかな。もう初めてそれ聞いた。珍しい。でも意味わかる。台本なしで自分のスタイルでプレイできる。好きなようにっていう。でもある女優は結構、男優さんわかんないけど、セルフないと困る人もいらっしゃる。まあ確かに自由にやれって言われると困っちゃう人多いかもしれない。でも向井さんはむしろそういうの方が好き。自由にやった方がなんか自分出せるし、全然楽しいかな。役があるとやっぱその枠の中に収まらなきゃいけないから、そこからどんだけ監督の求めてるもの、プロデューサーが求めてるもの、ユーザーが求めてるものっていうのを考えて自分なりのその提案ができたら、自分を採用してくれた意味があるのかなとか、なんかいろいろ考えたりとか。やっぱいいね、ユーザーさんまで考えてくれてるってすごいですね。はい、じゃあ AV 男優になりたい方になんかアドバイスとかありますか？AV 男優になりたい人、これからなってこうって考えてる人に言いたいのは、一回社会人経験をどっかで積んだ方がいいっていうのがあって、それなんでかっていうと、会社に入ったら誰かが教えてくれるけど、AV 男優ってその誰に教えてもらうものでもない、その個人事業主だから、まずどっかに入ってみんなが求めてる社会人像っていうのはきちんと一回理解して、その上で、会社辞めるなりなんなりして、で新しくやっていく必要があるんだけど、個人事業主っていろいろ大変だから、まず部屋を借りとく、会社に勤めてる間に部屋を借りとくカードを作っておく。めっちゃ真面目。いいね。でもあとは覚悟を決めるっていうのが一番大事なのかなって思うけど、最終的に。じゃあ普通の会社で勤めるの方がいいです。風俗ホストじゃなくて、真面目な会社から入った方がちゃんとした会社で入って、結局できる人ってどこでもできちゃうし、できない人はどこでもできないっていうとあれだけど、そのできる人できない人とか、あとどんな会社に勤めてても前職の経験って絶対どっかで生きる瞬間がおそらくあるから使いようによって、その解釈のしようによってあるから、何か違うことはしといた方が AV 業界しか知りませんっていう人よりもと強いし、それがきっと自分の色になって、で AV 男優って要は
誰でもいい職業っちゃ誰でもいい職業だから、女優さんよりかは。だからじゃあその中で自分の色っていうのがあった方が人にやっぱ手に取ってもらいやすい商品にもなるし、なんだろうな、他の人と違うところがあったら勝負をかけやすいよねと思います。そう、きっとそうそうそう、だファンになりやすいし、他の男優と違うとか、やっぱ僕もなんだろう、自分で言うのはあれだけど、イケメン男優としての合ってます、全然やっぱ枠があるから、でそういう部分で戦っていきたいけど、でもそのイケメンであるっていうだけではきっと弱いから、他のなんか今までいろんな経験をしてきたから、売り線で働いてた。売り線ってその男の人が男の人を買う風俗みたいな、ゲイの方向けのやつがあって、でそういうのやってたとか、そういうのでお尻が使えますよだとか、ホストやってたから女性の扱いに理解があるとか、あとメイド喫茶で働いてたのも話のネタとして面白いし、とかと思えばガソリンスタンドで働いてましたみたいなギャップもあるしっていうのを武器にして自分でいろいろ考えて戦っていかなきゃいけないから、挑戦するのは早い方がいいけど、でも早く挑戦して諦めても問題だから、まあでもいつ挑戦するのも遅くはないから、いつでもいいと思うんだけど、結構年齢高い男優さんもいるから、あ、でも全然、そうまあそうだね、それくらいかな。あと現状に満足しないとか、そういう。いや、それすごいアドバイスでもなんかどんな業界でもいいアドバイスになりそう、男優の中で、その現状に満足しないってすごい大事で、 AV 男優としてのヒエラルキーがいくつかあって、シル男優っていう男優さん、まあエキストラの男優さんとか、あとそこから単品で使ってもらえる男優さんでも、その若手、中堅、もっとトップ男優さんとか、いっぱいいるけど、やっぱ今のところで満足しちゃうとやっぱそこで終わっちゃうから、どんどん上っていう目線を持ってないと、結局100人くらいしか専業の人がいない業界だから、努力ってみんな等しくするから、努力しなかったらやっぱ下にずるずる落ちてっちゃって、どんどん仕事減っちゃうから、常に努力は周りもしてるから当然自分もしなきゃいけないし、でもっと上に行きたいんだったらそれよりもまた努力しなきゃいけないから、そういうハングリー精神じゃないけど、やばい、本当にが大事だと思います。ツイッターで応援してますけど、こういう考え、素晴らしい考え方あるって知らなかった。すごい感動しました。いや、なんか多分根が真面目だから、なんかめっちゃずーっとこう考えちゃうから。エセきっと面白い。エセきっと面白い。真面目すぎてどうなんだみたいなのはあるけど。これからなんか挑戦してみたいことあります？なんか今頑張ってることとか。最近自分で AV を撮り始めて。すごい。監督としてプロデューサーとしてだけど、その監督さんは外注の監督さんにお願いしたりとか、プロデューサーさんは社員でそういうこう雇ったりとか、いろいろしてるんだけど、いろんな人の手を借りながら、みんなで物作るの楽しいなと思って、そう自分一人でなんか作ろうとすると、自分一人の力しか出せないけど、疲れちゃうし、そうでできないことを教えてもらって知ってもらってやってみながら、なんかいろいろ知っていって、なんか成長していくのが今楽しいなと。でまだ作品出してない？もう出してて、出しました。何本か出してるんだけど、ファンザさんとかではまだリリースしてないかな。公式サイトとか別で。そうファンティアっていうファンクラブの会員内だけに向けて今とりあえず作ってて、そうだね。あと作品も一応貯めてはいるんだけど、そんなに AV 作るのってすごいいっぱいお金かかるでしょ。いっぱいかかるから、とりあえず作品貯めて、であとは来年の冬、1月2月くらいかな、には FC2 とかそういうとこ出してって、で再来年にはパンダとか出せたらいいなくらい。楽しみにしてます。すごい向井プロデューサーさんの作品、どういうものを撮るのが好きですか？今まで。でもやっぱりその女性向けのメーカーから出てきたから、女性向けに今作ってるけど、やっぱり自分自身男性だから、男性がいいと思うものの方が刺さるのかなと思って、市場に。まあでも今買ってくれるのはやっぱ女性向けのものの方が人に手に取ってもらいやすいから、そういうのもやりながらだけど、この AV 業界で働きながら思ってたのが、結局 AV って人に見せるセックスでしょ。もちろん。で人に見せるセックスじゃなくて、プライベートのセックスって人に見せないセックス、プライベートの人に見せないセックスを見せられたらなって思ってるから。恥ずかしいけど、セックスは全然違います。その恥ずかしいセックスを
届けられたら面白いんじゃないかなって思って。盗撮の撮り方でもね、それも盗撮でも、盗撮しますよ、こうしますねって説明しちゃうと、やっぱり結局そうなってしまうから、どれだけ女優さんが素に戻って撮られてないカメラを意識せずにエッチできるかっていうのをなんか仕組みいろいろ考えながら、で自分も、相手になるべく自分を見てもらうとか、カメラを意識させないとか、そういう風にやっていく、なんかいろんな小技とかをノウハウをね今蓄積してるから、なんだろう、撮り方としては結局普通なんだけど、でも今までそういう作品見たことないから本当に見てみたいです。でもたまにマジにならない。マジになれるけど、マジになるのは一番恥ずかしい。恥ずかしいでしょ。カメラを意識してない、で、あれセルフも忘れちゃいましたとか、指示も忘れちゃいましたけど、それの方がファンのレビューとかが高いものって認めますけど、恥ずかしい。恥ずかしい、恥ずかしいの撮りたい。いいね。来年楽しみ。じゃあファンザ見てみますね。すごい。ナギさんだけじゃなくプロデューサーさん。わお。プロデューサーっていうかお金出してるだけだけど。そういうもんです。そういうもんです。向井さんもツイッターやってますよね。やってます。インスタとかありますか？インスタと YouTube とじゃあやってることちょっと多いんだけど。全部入れますよ。ツイッターとインスタとYouTube とあとウェイボーとウェイボーいますよね。ファンティアとあとその向井ウィキっていうウィキスタイルのホームページがあって、それ僕とファンとで共同で編集してて、自分が出演した作品をこうまとめてくれてるサイトがあって、なんでその僕の出演作をこう探しやすいようにっていう風なサイトがあるので、そこといろいろやりすぎてわかんないよ。でも全部下に入れちゃいますよ。はい、あれこれやってるんでよかったら見てください。はい、皆さんということですね、エピソード7、向井さん AV 男優のエピソードいかがでしたか？はい、どうでしたでしょうか？ありがとうございます。ご覧いただき本当にサンキューベリーマッチ。サンキューベリーマッチ。じゃあバイバイキッスですね。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。わー。